お世話になっております。マサルです。この動画は聞くだけでわかる情報処理安全確保支援士5号問題解説をテーマに作っています。ラジオ感覚でリラックスしながら学習してみてください。少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。メンバーになるボタンから対象のプランを選択すると参加することができます。受験直前の期間だけ参加するという参加方法も大歓迎です。オンラインコミュニティは動画学習とは違って直接お話をしながら勉強を進めることができるので、程よい緊張感の中で勉強を進めることができます。また一緒に勉強する仲間もできるので、横のつながりを作りたい方にもおすすめです。ぜひお気軽に参加してみてください。それでは支援士令和4年551問2の内容を一緒に勉強していきます。この問題は DNS に関する知識が求められる問題でした。まず DNS の基本知識を一緒に勉強しましょう。 DNS とはドメイン名と IP アドレスの対応を管理する仕組みですよね。ではドメイン名から IP アドレスの対応を調べることを何と言いますか？もし答えが分かったら小さく声に出してみてくださいね。人間の記憶は声に出した方が定着しやすいそうです。もし声を出せない環境の方は心の中で答えを思い浮かべながら動画を見ていってください。では DNS のドメイン名から IP アドレスの対応関係を調べること、何というか声に出せましたか？答えは名前解決ですね。ドメイン名から IP アドレスを調べることを名前解決と言います。では続けて DNS の基本的なキーワードを勉強していきましょう。 DNS は大きく2つの役割に分かれます。では端末が名前解決をするときに最初に問い合わせる DNS サーバーの名前を何と言いますか？こちらはキャッシュ DNS サーバーですね。心の中、そして小さい声でぜひ言いながら参加してくださいね。キャッシュ DNS サーバーは別名フルサービスリゾルバとも言います。ではキャッシュ DNS サーバーに情報がない場合、キャッシュ DNS サーバーが問い合わせをする DNS サーバーのことを何と言いますか？こちらはコンテンツ DNS サーバーですね。別名権威 DNS サーバーとも言います。では次に問い合わせに注目してみてください。問い合わせも大きく2つに分かれます。では端末がキャッシュ DNS サーバーに行う問い合わせのことを何と言いますか？この問い合わせは再起問い合わせですね。再起とは自分の行為の結果が自分に返ってくることを言います。端末は自分の問い合わせが最終的に自分に返ってくるので再起問い合わせです。では次にキャッシュ DNS サーバーがコンテンツ DNS サーバーに対して行う問い合わせのことを何と言うでしょうか？こちらは反復問い合わせですね。キャッシュ DNS サーバーはクライアントからの名前解決に答えるためにいろんなコンテンツ DNS サーバーを反復して問い合わせを行います。ここまで DNS の基本的なキーワードについてお話ししました。では問題を見ていきましょう。問題文の中ではダイナミック DNS サービスという言葉が出てきました。皆さんはダイナミック DNS という言葉知っていますか？知っていれば小声でどんな技術なのか口に出してみてくださいね。ダイナミック DNS とはプロバイダーから割り当てられたグローバル IP アドレスが変更になった時に新しい IP アドレスを各 DNS サーバーに通知するサービスのことを言います。おそらくダイナミック DNS について皆さんが全員知っているわけではないと思います。このように試験では自分が知らない技術が出てくることはよくあります。しかし焦る必要はありません。出題側もそのことは意識してくれていることが多く、その技術を知らない人が文脈から判断できるように細かく説明してくれることが多いです。では問題文の中でダイナミック DNS がどのように説明されているのか見ていきましょう。問題文の事例の中ではインターネットから A 社内にある NAS-A にアクセスする方法が話題になっています。余裕がある方は少し画面をご覧ください。A 社内の NAS にアクセスしたい場合にクライアントは
nasasia.com を指定すればアクセスできるような設定になっています。その場合、もちろんクライアントは nasasia.com の IP アドレスが何なのか DNS を使って名前解決を行います。nasasia.com の IP アドレスを管理しているコンテンツ DNS サーバーはインターネット上に存在します。試験では DNS レコードの内容が問われていました。では画面に映っているようにドメイン名から IP アドレスを調べるためのレコードは何レコードで設定されているでしょうか。こちらのタイプを答えてみてください。こちらのタイプは A レコードですね。A レコードはドメイン名およびホスト名と IP アドレスの対応関係を定義するためのレコードです。ここで少し寄り道をして DNS で覚えておきたい他のレコードについても勉強しておきましょう。まずはドメイン名を IPv6 アドレスに関連付けるレコード。こちらは何というレコードでしょうか。こちらは QuadA レコードですね。A が4つ並んだレコードです。これは A レコードの IPv6 版ですね。ちなみに IPv6 は何ビットの情報か皆さん覚えていますか？ IPv6 は128ビットです。では IPv4 は何ビットの情報ですか？ IPv4 は32ビットですね。IPv4 が32ビット、IPv6 が128ビット、つまり4倍のビット数になっています。なので IPv4 の場合は A レコード、IPv6 のアドレスを管理する QuadA レコードは A が4つになっている。このように関連付けて覚えると覚えやすいと思います。次は CNAME レコード。こちらはドメイン名の何々を設定するレコードです。では CNAME のレコードはドメイン名の何を設定するレコードでしょうか。こちらはエイリアスと呼ばれる別名を設定するためのものです。例えば www.example.com を example.com に結びつけてどちらにアクセスしても同じ場所に行けるようにします。では次のレコード、〇〇レコードはメールサーバーを示すレコードです。メールの配送先を定義するために使います。ではこちらのレコードは何レコードでしょうか。こちらは MX レコードですね。MX レコードでどのメールサーバーがそのドメインのメールを受け取るのかを指定します。例えばメールを送るときにどこに送ればいいかを教えてくれるのがこの MX レコードの役割です。最後は NS レコードです。NS レコードはドメインを管理する〇〇サーバーを指定するレコードです。では NS レコードで指定するサーバーは何のサーバーでしょうか。こちらは DNS サーバーを指定するレコードですね。どの DNS サーバーがそのドメイン名の情報を管理しているのかを教えてくれるレコードです。ここまで紹介したのは代表的な DNS レコードです。まずはこれらの代表的な DNS レコードはしっかり覚えておきましょう。まずは基本的な DNS レコードのタイプについて勉強しました。さらに TTL についても出題されていたのでこちらも確認しておきましょう。 DNS レコードで管理されている TTL はどのような情報でしょうか。 TTL はリソースレコードをキャッシュに保存しても良い時間を秒単位で設定しているものですね。キャッシュ DNS サーバーはコンテンツ DNS サーバーから得た情報をキャッシュ DNS サーバーで一時的に保存します。一時的に保存することをキャッシュすると言いますが、キャッシュして良い時間は TTL によって決定されます。つまり DNS において TTL は情報の賞味期限のようなものですね。TTL の時間を超過したらキャッシュ DNS サーバーは対象のレコードを削除します。今回は TTL が300になっているということはキャッシュ DNS サーバーでキャッシュできる時間は300秒ということですね。ではここからダイナミック DNS についてお話ししていきます。ダイナミック DNS とはプロバイダーから割り当てられたグローバル IP アドレスが変更した場合、新しい IP アドレスを各 DNS サーバーに通知するサービスです。問題の構成の場合、
A 社のルーターにプロバイダーからグローバル IP アドレスが割り当てられています。割り当てられているグローバル IP アドレスは固定の IP アドレスサービスを利用していない場合は、ルーターの再起動などによって ISP から割り当てられているグローバル IP アドレスが変わってしまうことがあります。例えば今までは 1.2.3.4 という IP アドレスだったものが再起動すると 5.6.7.8 のように IP アドレスが変わってしまうということです。すると DNS では IP アドレスを 1.2.3.4 と関連付けているので、クライアントがアクセスすることができなくなってしまいますよね。この問題を解決してくれるのがダイナミック DNS です。ダイナミック DNS を使うと、プロバイダーから割り当てられたグローバル IP アドレスが変更したときに、その内容を DNS サーバーにも通知してくれます。その結果、コンテンツ DNS サーバーでも情報が最新化されて、クライアントが最新の情報を使って名前解決ができるようになり、対象のサービスにアクセスできるようになります。これがダイナミック DNS についてのお話です。ここまでよろしいでしょうか。では、問題にはなっていませんでしたが、一つ皆さんに考えていただきたいオリジナル問題があります。A 社のルーターのグローバル IP アドレスが頻繁に変わってしまう環境の場合、ダイナミック DNS を利用しても、利用者が NAS にアクセスすることができなくなる時間が発生します。その理由は何でしょうか。答えは TTL の時間内は古い情報を使ってアクセスするからです。先ほど TTL は DNS の情報の賞味期限だとお話ししました。今回 TTL は300秒です。この300秒の間で IP アドレスの変更があった場合、ダイナミック DNS を使ってコンテンツ DNS サーバーの情報を最新化しても、クライアントはキャッシュ DNS の情報をもとにアクセスするので、キャッシュ DNS サーバーに古い情報が残っていれば、古い IP アドレスをもとにアクセスすることになります。その結果、アクセスすることができなくなってしまいます。では、このような問題を発生させないためにできることは何でしょうか。こちらも考えてみてください。答えは TTL の時間を短くするですね。TTL の時間を例えば10秒にすれば、キャッシュ DNS サーバーはコンテンツ DNS サーバーから最新の情報を参照してくる頻度が高くなります。ダイナミック DNS というサービス一つ考えてもいろんなことを学ぶことができるので面白いですよね。ここまでで DNS のお話は終わりです。この後問題では脆弱性の話題に移っていきます。製品 X には認証なしのアクセスの処理に脆弱性があって、特定のディレクトリに認証なしでアクセスすることができてしまいます。では、この脆弱性のようにアクセスされることを想定していない非公開情報にアクセスするサイバー攻撃のことを何と言うでしょうか。このような攻撃をパストラバーサルと言いますね。パストラバーサルとは、ファイルパスの値を操作することにより、本来意図されていないソースコードや重要なシステム設定を含むファイルシステムにアクセスする攻撃です。ちなみにディレクトリトラバーサルだと思った方もいると思いますが、 IPA が公開している脆弱性対策の情報ポータルによると、パストラバーサルの別名がディレクトリトラバーサルです。さらにディレクトリトラバーサルよりもパストラバーサルの方が推奨されますと書いているので、パストラバーサルの名前で覚えるようにしておきましょう。それでは今回の事例でどのようにパストラバーサルが行われているのかお話ししていきます。気持ち余裕のある方は画面をご覧ください。製品 X では除外リストで指定されているディレクトリには認証なしでアクセスすることができるようになっています。逆に言うと、それ以外は認証しないとアクセスすることができないようにしたいです。この製品 X に攻撃者はパストラバーサルを使って本来認証が必要な範囲にアクセスしていきます。ではパストラバーサルを使って本来認証が必要なステータス CGI にアクセスする場合を考えていきましょう。攻撃者は http://192.168.0.1/images/./ステ
status.cgi を指定します。ドットドットスラッシュは一つ上の階層という意味を持ちます。つまり images スラッシュドットドットスラッシュで images ディレクトリの一つ上の階層を指定していることになります。そこからステータス CGI と指定することによってこのディレクトリの中にあるステータス CGI を指定していることになります。このステータス CGI は通常認証が必要なファイルです。しかし攻撃者はこのようなファイルパスを指定することによって本来アクセスすることができない範囲にアクセスすることができてしまっています。これがパストラバーサルによる攻撃です。ではパストラバーサルの練習問題をやってみましょう。これも気持ち余裕がある方はぜひ画面を見てみてください。この資料は IPA が公開しているものです。利用者は Web サーバーに接続して検索ボックスに public.text と指定するとこのようなファイルパスが生成されて公開されている public.text にアクセスすることができます。ではパストラバーサルを使ってsecret.text にアクセスするためには検索ボックスにどのような値を入れればよいでしょうか。少し考えてみてください。ゆっくり考えてみたい方は動画を止めて考えてみてください。では答えを発表します。答えはこのようなファイルパスです。検索ボックスにドットドットスラッシュをいくつか並べてシークレット配下のパーソナル配下のシークレットドットテキストを指定します。ドットドットスラッシュをいくつか重ねることによって階層を上がっていき一番上のルートディレクトリまで行ってそこからシークレットドットテキストにアクセスするパスを指定することで公開されていないシークレットドットテキストにアクセスすることができています。ここで少し補足をしますが今回攻撃者が指定したパスはドットドットスラッシュが4つ並んでいますよね。今回のディレクトリ構成でドットドットスラッシュを4つ並べるとルートディレクトリよりも上を指定しているように見えます。しかしこのように指定したとしても攻撃者は一番上のルートディレクトリを指定することができます。その理由はドットドットスラッシュでルートディレクトリよりも上を指定した場合は多すぎたドットドットスラッシュが無視されるからです。つまりドットドットスラッシュをたくさんつければ最終的にはルートディレクトリにたどり着くことができます。多すぎたドットドットスラッシュは無視されるということは知っておいても良いかもしれませんね。あとはパストラバーサル対策も確認しておきましょう。ファイル名にディレクトリ名が含まれないようにする。こちらが根本的対策になります。例えば PHP ではベースネーム関数を使用することでファイル名のみを取得することができます。私は PHP について全然知識がないので抽象的な解説しかすることができませんが、この図のように攻撃者がドットドットスラッシュを多く含むリクエストを送ったとしても PHP のベースネーム関数を使用するとうまい具合にファイル名のみを取得してファイルパスを書き換えることができる。その結果パストラバーサルを防ぐことができます。また保険的な対策としてアクセス権限の設定を正しく管理することも対策になります。攻撃者がパストラバーサルを使って非公開の情報にアクセスしようとしてもファイルシステムでアクセス権限を正しく設定しておけばそのアクセスを防ぐことができます。ここまでパストラバーサルについてお話ししました。では問題文を読み進めていきましょう。次は別の脆弱性の話題です。任意の OS コマンドを執行できてしまう脆弱性とは何でしょうか。それは OS コマンドインジェクションですね。この問題の例で言うと Who am I という OS コマンドが OS コマンドインジェクションによって実行されます。Who am I コマンドとは現在のユーザー名を確認するためのコマンドです。Who am I コマンドのようにユーザー名を調べるだけならシステムに対して深刻な影響を与えることはありませんが OS コマンドによってはパスワードファイルを表示させるような OS コマンドもあったりします。このような OS コマンドが使われてしまってアカウント情報が盗まれてしまうと深刻な影響が出てしまいます。なので OS コマンドインジェクションはとても脅威の高い攻撃だとイメージを持つようにしておきましょう。続いて問題では HTTP メソッドの GET と POST の話題になります。GET と POST の違い、皆さん覚えていますか？ GET メソッドは
〇〇の一部にデータを入れてリクエストを送ります。では、〇〇に入る言葉を考えてみてください。get はどこにデータを入れてリクエストを送りますか？ get は URL の一部にデータを入れてリクエストを送りますよね。基本的には何か情報を検索して取得するときに get メソッドを利用します。get メソッドは URL の一部にデータを入れるので、 URL を見ればクライアントがどのようなリクエストを送ったのかがわかります。例として Amazon の商品検索を見てみましょう。こちらは Amazon の商品検索画面でマサルと入力した時の URL の情報です。URL の一部にマサルという文字列が入っていることがわかりますよね。つまり URL からクライアントがどのようなリクエストをしたのかがわかります。これが get メソッドの特徴です。では次にポストメソッドです。ポストメソッドでは送りたいデータを〇〇部に入れてリクエストを送ります。ではポストメソッドはどこにデータを入れてリクエストを送りますか？ポストメソッドはボディ部にデータを入れてリクエストを送りますよね。ポストメソッドとはクライアントがリクエストのデータをボディ部に入れてサーバーに送信します。何か情報を登録したり更新するときにポストメソッドが利用されます。ポストメソッドの例としてマイクロソフトホームズを見てみましょう。マイクロソフトホームズとはこのような簡単なアンケートを作れるサービスです。このアンケートでは名前などのデータを回答するアンケートになっています。このようなサービスの場合、ポストメソッドが利用されます。クライアントはボディ部に送りたいデータを入れるので、URL に自分が送りたい情報は反映されません。get メソッドとポストメソッドの違い、理解できたでしょうか？最近は Web 系の通信の話題がよく出題されるので、しっかり基本的な Web 通信の理解はしておくと良いかもしれません。それでは今回は令和4年春551問い2について一緒に勉強していきました。最後にお知らせです。現在、マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。YouTube のチャンネルメンバーシップに登録すると、Discord で行われるオンラインコミュニティに参加することができるようになります。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。また、オフラインイベントの割引参加や優先的な案内など、お得な情報もお知らせしています。ぜひ皆さんにも参加していただけると嬉しいです。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくとすぐに参加することができます。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。